ホラー話、なんかあるかの？今日も始めていくぞ。今回のラインナップはこんな感じだ。なんだろう。趣味の話かな？早速確認しよう。私は昔から少し霊感があり、例えば古戦場などの近くを通ったり、交通事故があった現場に近づくと具合が悪くなったりします。以前、スキューバダイビングにハマっていたことがあり、ダイビングショップでツアーで沖縄の離島に行った時も、霊の触りのせいかおかしくなったことがあります。最初に行ったのは、沖縄の久米島でした。初日は天気も良く、難なくダイビングを楽しめたのです。しかし、潜ったスポットが、どうも沖縄戦で戦死した兵士の霊がいたらしく、その夜は寒気がして眠れず、翌朝は顔が青くなって、ダイビングどころではなくなったのです。その霊の触りは2日後には収まりました。後で風水の本を見ると、自宅から沖縄の方角は、その年の強風位だったので、風水の触りも関係があったのかもしれません。翌年は宮古島にダイビングに行き、とあるダイビングスポットに潜りました。そこは沈没した日本の戦艦がそのまま、ダイビングスポットになっていて、やはり潜った後に具合が悪くなったのです。風水的には触りが少ない方角だったので、久米島の時に比べると霊の触りは強くなかったのですが、やはり沖縄は戦場だったので、ダイビングに行く時は気をつける必要があります。同じような霊の触りを、鹿児島の枕崎に、ダイビングで潜った時も感じたのです。枕崎なんかも旧日本軍がアメリカの軍艦に特攻を仕掛けた場所に近く、アメリカ軍や旧日本軍の軍人の霊がたくさんいるので、そこに入ろうとすると霊の触りがあることが多いです。私の場合、枕崎のとあるダイビングスポットに潜ると、やはり眠れないなどの症状が出ることがありました。どうもそこの海岸の沖には、枕崎の近くの地欄から、特攻した日本兵が沈めたアメリカの駆逐艦が沈んでいたらしく、日本兵とアメリカ兵の霊がいたようなのです。軽々しく英霊を冷やかすような真似をしない方が、霊の触りを呼ばない秘訣なのです。それと神棚や仏壇は綺麗にして、まめに神社に参拝する癖をつけることが、霊の触りを軽くする秘訣です。海はもともと、現世と常世の境界が曖昧な場所だ。そこに戦死者の念が沈んでいたのなら、霊感があるものが中当てされるのは必然だな。特攻隊の英霊やアメリカ兵の霊が、同じ場所にいるなんて、海の中ではまだ戦いが続いてる。そんな気がして苦しくなっちゃう。注目すべきは、もう一つ。自宅からの強方位と重なっている点だ。方位の触りと地霊の執着が合致したとき、防御は容易に突破される。何かできることはないの？語り手が自分から取り組んでいることだ。神棚をきれいにするのはただの気休めではなく、自分の波長を整えるための最低限の境界維持作業だ。身の回りをきれいにすることから、始めてみようかな。一人かくれんぼって知ってますか？巷の陰キャがするような遊びと思った方、正直に拒否してください。でもこれ、一人でかくれんぼするという意味ではないのです。本当に一人でかくれんぼするとか虚しいですよね。普通のかくれんぼは人間相手にかくれんぼしますよね。しかしこの、一人かくれんぼは、人形やぬいぐるみとかくれんぼをします。人形とかくれんぼとはどういうことでしょうか？一人かくれんぼは高齢術の一種で幽霊を呼び出し、人形やぬいぐるみに憑依させ、その幽霊とかくれんぼするという危険極まりない遊びです。一人かくれんぼをやると高確率で怪現象が起こるらしいです。例えば、誰もいない部屋で足音が聞こえたり、人の声が聞こえたり、手や足を何者かに触られたり、などです。真似して欲しくはないためやり方は省きます。知っている人の方が多いかもしれませんが、それでは、自分の体験談をぜひお読みください。絶対にやらないでください。しかし、私は出来心でやってしまいました。中2の時です。
親が夜勤のため、私が朝まで家に一人という状況だったので、今ならできる、と好奇心が湧いてしまったのだと思います。親はいなくても、飼ってる犬はいましたが、まず使ったぬいぐるみを紹介しましょう。そこそこ大きい魚のぬいぐるみを使いました。ぬいぐるみが大きいのですぐに見つかりそうであるという考え。そして魚は足がないしエラ呼吸する生き物なので、風呂桶から脱出することは到底できないだろうという考えから選びました。何の魚かは覚えていません。おそらくゲーセンで取ったやつだと思います。1時頃でしょうか。私はすべての下準備を済ませました。ちなみにぬいぐるみに入れたのは爪だけです。すべての指の爪を入れました。ぬいぐるみの名前は、申し訳ありません。覚えていません。ここでは仮に、ハリー、にしておきましょう。実は、私はせっかちなので3時になる前から、一人かくれんぼを始めてしまいました。具体的な時間は覚えていません。1時30分くらいに始めたと思います。一人かくれんぼはやり方を間違えてはいけないそうですが、テレビの砂嵐がなかったため自分は適当な番組に設定してやりました。すべての電気を消して風呂に向かい、風呂桶のぬいぐるみに小さいハサミをそっと突き刺しました。腹を突き刺すのは怖かったので、手の部分に突き刺したことを今でも覚えています。本当なら包丁などの刃物の方が良いのですが、自分の命がかかっているため筆箱に入っていた小さなハサミを利用しました。次は、ハリーが鬼だから。次は、ハリーが鬼だから。次は、ハリーが鬼だから。と言った後、そそくさとテレビがある部屋の隣の、押し入れの上段に逃げ込みました。ありきたりな場所ですが、亡くなった祖父の仏壇がある部屋なので、祖父が助けてくれるかもしれないと期待して、その部屋の押し入れに隠れました。押し入れの中には、スマホ、ゲーム機、パソコン、イヤホンなどを入れていたのでしばらくそれで遊んでいました。何分経ったかは覚えていませんが、唐突に上の階で眠っていた犬が何度も吠え出しました。ワン、ワンワン。ぐるる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 。と、うなり始めたのです。うちの犬は、めったに夜間は吠えることもないですし、散歩中によその犬に出くわした時のみうなるので、家の中でいきなりうなり出すことは絶対にありませんでした。しかし、この時はまるで犬が何かを追い出そうとしているような剣幕で泣いていたのを覚えています。私はそこで震えが止まらず、押し入れの中から出れなくなってしまいました。しかしながら、テレビ番組が消えるようなこともなければ、ひたひたと足音が聞こえるようなこともありません。犬がずっと深夜に鳴いていては、近所迷惑になるだろうと考えたのでしょうか。その時の私の心情は全く覚えていませんが、塩水を口に含み風呂場へと向かいました。幸いにも風呂桶にハリーは虚しく浮かんでおり、ハリーを取り出して、私の勝ち、私の勝ち、私の勝ち、と3回言ってかくれんぼを終わらせました。かくれんぼを終わらせた後すぐに風呂場の電気をつけ、自分の階のすべての部屋の電気をつけるため家中を走り回りました。その時もまだ犬が鳴いており、うるさかったことを覚えています。しかし、もうぐるるとうなってはいませんでした。そしてハサミを回収しようと風呂場へ向かったものの、ないんです。ハサミが。その時私は全身の鳥肌が立ったのを覚えています。無我夢中でハサミを探し回りましたが、見当たりませんでした。まさか、と思い上の階の犬のゲージを見に行こうと。階段を登りかけた時、測定に冷たいものの感触を感じました。ふと階段を見ると、階段が濡れていたのです。犬がぴょんぴょこ跳ねていたので、犬の無事は分かっていたので我に返り、犬のゲージに向かいました。犬が、ハサミの持ち手を器用に加えて尻尾を振っていました。それを見た後の記憶は申し訳ないですがありません。おそらくハリーは焼却ゴミにしたと思います。あの時は犬が、
得体の知れない何かと戦ってくれたと確信しました。私は、勘違いしていました。隠れている時は、魚のハリーがどうやって、魚の分際で風呂から脱出して水中ではない地上を動いて、どのように探しに行くのだろうかと想像していましたが、一人かくれんぼは、ぬいぐるみを目印にして、幽霊を呼び出す儀式なので、あの時出てきたのはハリーではなかったのではないかと思います。ちなみに、犬は今でも元気です。しかし、あの日を境に時々犬が家の中でもうなるようになりました。家族が一緒にいる中でも、時々誰もいない方向を向いてうなり始めるのです。頻度は減りましたが、今でも犬が時々うなっています。犬がうなるたびに私は怖い思いをしています。一人かくれんぼなんて絶対にしてはいけません。いいですか、絶対にしてはいけませんよ。どうしてもやりたいという人がいたら、私に連絡してください。やるとしても一人ではやってはいけません。おそらく、まだ一人かくれんぼは続いています。一人かくれんぼ、か。有名なの？俺はそこまでだけど、兄が当時見てたのは聞いた。本当に多趣味だね。それで、今回のお話については、魚のぬいぐるみ、ハリー、を使ったって言ってるけど、魚だから動けないなんて、甘く見ちゃったの。よりしろとなるぬいぐるみの形なんて関係ない。あれはよりしろを媒体にして、周囲に漂う何かに、自分の肉体の一部を差し出すことで、鬼ごっこを提案する契約の儀式だ。全部の指の爪を入れたんだよね。一部だけど、自分のスペアを渡したってこと？ワンちゃんがうなり続けたのは、ぬいぐるみが動かなくても、家の中の何かが充満してたから？犬はハリーが歩き回るのを見たのではなく、そこにあるべきではない空白が、家中を侵食していくのを見ていたんだろう。階段が濡れてたのは？魚のぬいぐるみというイメージに、引っ張られた霊的な残留物だろう。ハサミを加えてたのも気になるね。守ってくれたって思いたいけど、鬼に操られてて、語り手さんを。そう考えたら怖いね。その視点は興味深いな。途中で適当に終わらせたり、時間を守らなかったり、禁忌に踏み込んだら儀式は未完了で常駐する。犬があれから誰もいない方を向いてうなるのは、あの夜の鬼がまだ、隠れ続けている証拠かもな。まだ続いてる、って最後の一言。じわじわ効いてる毒みたい。私は中学生の頃にソフトテニス部へ在籍していたのですが、そこでは毎年夏休みになると合宿を開催していました。参加は強制力があるものではなく、どちらかというと部員間の親睦を深めるようなものでした。ですから学年の違う先輩や後輩とも仲良くなれるチャンスが多くあり、半ば修学旅行のような感覚で私も3年間参加しました。これは忘れもしない、私が2年生の合宿で起きたことです。その年は、期間中に1日だけ自由行動を許された日がありました。当然ながら門限と節度はしっかり守る前提でしたが、同学年の仲間たちとお土産を買いに行ったりしたと記憶しています。合宿場所が地元から少し離れた時だったため、どこに行っても目新しさがあり楽しかったです。そして夜、私たちはそれぞれに自由行動でどこへ行ったかという話をしていました。ある先輩は川遊びをしたと言いますし、ある後輩は遊園地に行ったと言います。しかしそんな中学生らしい行き先をみんなが言う中、私の友人だけは少し変わった場所へと赴いていました。俺は霊園に行ったよ。なんかわからんけど気がついたら行ってた。こういう友人がいると、一瞬ですが、場の空気が微妙になったのを覚えています。それも当然です。なぜに霊園なのか、言った理由も本人がわかっていないというので、非常に不気味です。しかしそれ以上に、この言葉を発した友人の様子が妙だったのです。目はうつろで、あまりしっかりとしていません。こいつ、こんなキャラだったっけ？そう尋ねてくる先輩に対して、私は首をひねることしかできませんでした。異変は、
その後皆が寝静まってから起きました。時間はもう日をまたぎ、頻繁に見回っていた顧問の先生も、いつしか来なくなっていました。おそらくは、先生も眠ってしまっていたのでしょう。ところが私は友人が霊園へ行ったという話がどうしても頭から離れず、なかなか眠れずにいました。すると突然、その友人がすっと起き上がり、ふらっと部屋を出て行ったのです。トイレかとも思いましたが、15分ほど経っても戻りません。心配になった私は、怖さを抱きながら友人を探すことにしました。かなりの時間、合宿所を探し回ったような気がします。ようやく見つけた友人は、最上階にあったテラスにいました。友人はテラスにある手すりから身を乗り出し、前にまっすぐと手を伸ばしていました。何をしているのかわかりませんでしたが、まるで誰かに手を引っ張られているような、または誰かを手招きしているような姿に見えました。いずれにせよ、普通ではないことだけは確かです。まさかとは思うけど飛び降りたりしないよな、と心配しながらも、友人に近づき声をかけました。するとその友人は振り向き、あれ〇〇じゃん、どうしたの？といつも通りの調子で返事をしてくれました。私は真夜中になぜこんなところへ来たのか、友人に尋ねました。ですが友人もわからないようで、私に声をかけられるまでの記憶がないと言います。寝ぼけていたということにはなりましたが、何かすっきりしないモヤモヤした印象が強く残りました。その後は友人に目立った変化も起こらず、合宿は無事に終了しました。ですが自宅に帰ってから父親に合宿所の場所を話したとき、私の身は再び恐怖に包まれました。あの町って、あれだろ？有名な心霊スポットの霊園が近くにあるところ。あんな場所でよく合宿やったな。父が話す霊園とは、まさに友人が自由行動の時間で行ったところでした。その霊園は、かつて自殺の名所と呼ばれていた森を、切り開いていた時に作られたものだそうです。あまり表には出ていないですが、毎年その霊園で幽霊を見たという人が出るようで、今でも知る人ぞ知る心霊スポットになっています。友人が霊園へ向かったり、深夜にテラスで謎の行動をとっていた出来事は、ひょっとしたら何かが憑依していたのかもと今では思います。思い出すと怖くなるので、できれば永久に忘れ去りたい経験です。そして私もいつかあの霊園へ引き寄せられるのではないか、という不安が、頭の隅から離れません。霊園に気がついたら言っていた。意識の主導権は奪われている。自殺の名所を切り開いた土地なら、そこに溜まっているのは、引きずり込みたいという純粋な上だ。前に、似たようなお話があったよね。お墓にたどり着いちゃう語り手さん。墓地のような厳かな場所ならまだしも。今回は自殺の名所を切り開いた土地だ。そこに溜まっているのは、引きずり込みたい、という純粋な上だ。深夜のテラスで手招きしてたなんて。誰かを呼んでたか、呼ばれてたかだよ。お友達は本当に調子が戻ったのかな？友人のふりをして日常に紛れ込んでいるのかもな。どの話も、向こう側からの正体を拒絶しきれていない。海、遊び、合宿。バラバラだと思ってたけど、呼ばれてたんだね。そもそも階段自体が呼ばれるものが大半だからな。呼ばれるって何なんだろう？呼ばれなかったら怪異と出会わないの？カノンはたまに哲学的になるな。呼ばれることの関連性、考えてみるか。そんなに深くないでしょ。知らない何かに背後から呼ばれても、反射で振り返らないでくれ。家まで後ろを見ないようにするよ。それじゃ、今回の活動はここまで。気をつけて帰ってねー。